AI 半導体の限界は、トランジスタの外側へ移った AI 半導体を1枚の巨大台で作り続けると、欠陥の影響、メチクル上限、IO まで先端ノードで作るコスト、そして HBM 統合の難しさが一度に立ちはだかります。演算機を増やすだけでは、もう素直に性能が伸びないのですね。そこで機能ごとにコンピュート、IO、HBM、ネットワーク、オプティカル IO を分け、最適な製造技術で作って一つのパッケージへ戻す。これがチップレット化です。ただ、分けた瞬間に別の壁が生まれます。有機基板の配線だけでは密度が足りず、距離が伸びるほど遅延と消費電力も増える。特にコンピュートと HBM は、極端に広い並列配線を短距離で結ばなければなりません。つまり、巨大台のぶどまり問題をチップレットで逃がすと、今度は一種台を数テラバイト毎秒級で接続する問題へ移ります。必要な境界だけシリコンにする。EMIB は有機基板の中へ小さなシリコンブリッジを埋め、隣り合う台の境界だけをマイクロバンプと微細配線で結びます。パッケージ全面ではなく、橋が必要な場所だけなのですね。全面シリコンはどこでも高密度に配線できますが、面積も工程も増えます。EMIB はシリコン面積を絞り、高密度接続を局所化します。断面を見ると、2つのロジック台の下にブリッジがあり、短い距離を細かなマイクロバンプで往復しています。有機基板が一般道なら、EMIB は必要な区間だけかける高速道路の橋です。全面インターポーザは、地域全体を高速道路にする発想に近い。同じ高密度接続でも、費用をかける範囲が違うのですね。AI チップでは HBM 接続が性能を左右します。狭いパッケージ内で数千本級の配線を並列化し、高帯域と低遅延を同時に実現する必要があります。左は必要箇所だけの局所ブリッジ。右は全面シリコン中元層。局所型はシリコン量と自由度。全面型は配線自由度と最高密度に強みがあります。コアース系でも EMIB-T でも、最下層には大型の ABF 有機基板があります。違いは、その紙または内部で高密度配線をどのように実現するかです。局所ブリッジ型は大境界だけシリコンを置き、全面中間層型はパッケージの広い範囲を1枚のシリコンで覆います。局所型では ABF 基板のキャビティへ小さなブリッジを埋め、上の台同士を短距離で接続します。ブリッジ以外の配線と電力は基板側が担います。シリコンは局所、基板は全体を支える役割ですね。全面中間層型では、微細 RDL と TSV を持つ大きなシリコンが台の下へ広がり、その下で ABF 基板と BGA、PCB へ接続します。局所型では、配線再配分、電力、ブリッジ保持、加工精度まで ABF 側の仕事が増えます。シリコンを節約した分、基板技術が主役になるのです。配線の考え方も対照的です。小距離、低密度は ABF、短距離、小高密度だけを局所シリコンへ渡す。パッケージが100ミリ級へ広がると、全面型も局所型も ABF 外形は巨大になります。違うのは、巨大なシリコン1枚か、小さなシリコン複数かです。全面型は、大型シリコン、TSV、微細 RDL が難所。局所型は、キャビティ、ブリッジ1、Z 高さ、反りが難所です。巨大 ABF では多層度、マイクロビアキャビティ、埋め込み、XY 整列、Z 高さ、反りを同時に成功させる必要があります。中華難もあります。RDL で広域配線を受け、超高密度の部分だけ局所シリコンへ渡す、コアース L 型です。局所ブリッジ、全面中元層、RDL プラス局所シリコン、シリコン使用量、配線自由度、ABF 難度、主な製造課題の配分度、それぞれ違います。基本構造をもう一度。左はブリッジを局所配置。右はインターポーザを全面配置。ただし ABF 基板は両者に共通です。EMIB-T の断面では小さなサイブリッジを TSV が縦に貫き、基板から上の台へパワーを直接引き上げています。全面インターポーザでは HBM とコンピュートの下を大きなシリコンが覆い、微細配線と TSV を広い面で担います。分解数が示すように、EMIB-T 対応基板は多層と、微細ビアキャビティ、埋め込みブリッジ、TSV 電電経路が重なった立体構造です。比較表では、大型サイインターポーザの有無、サイブリッジの有無、TSV の場所、ABF の役割が整理されています。EMIB-T のコスト優位は、工程ゼロではなく、シリコン使用面積を局所化することから生まれます。低密度で長距離なら ABF の一般道、超高密度で短距離ならシリコンの高速道路、すべての道路を同じ規格にしない発想です。完成パッケージの外形はどちらも巨大です。EMIB-T は小さなブリッジを多数散らし、コアース系は大きな中間層へ集約します。ABS 積層、導配線、
マイクロビアキャビティ、ブリッジ自走、平坦化、Z 高さ制御、反り制御。量産では、この連鎖のどこにも逃げ道がありません。コアアセスは巨大シリコン側が難しく、EMIB-T は巨大 ABF 基板側が難しい。どちらも高度ですが、難しさの住所が違います。技術比較マップは EMIB-T、コアアセル、コアアセスを一列にします。ただし価格差は使用、HBM 数、ブリッジ数、無止まりで変わり、単一の固定比率ではありません。全面高密度のコアアセスと、境界だけ高密度の EMIB-T、シリコン面積、電力供給、スケーリングの軸で比較すると違いが見えます。競争は EMIB-T 対コアアセスだけではない。コアアセルは RDL インターポーザへ局所シリコン接続を組み込む中間的な方式です。TSMC も必要な場所だけシリコンを使う方向をすでにとっています。ところが従来 EMIB には弱点がありました。横方向の信号は得意でも、電力配線がブリッジを迂回し、距離と抵抗が増えやすいのです。この画像では信号接続は短いのに、電力がブリッジの外を大回りしています。IR ドロップ、電源ノイズ、回線抵抗が増える原因です。高速な橋の下で、電源だけが遠回りしていたのですね。EMIB-T はブリッジに TSV を加え、電力を基板から台へ最短距離で引き上げます。インテルの公式説明でも、垂直給電で経路を短縮し、電力損失とノイズを抑える構造とされています。従来の横迂回と TSV による垂直給電を並べると差は明快です。電源距離、IR ドロップ、インピダンスを同時に小さくします。T は配線密度の記号ではなく、電力供給の構造変化なのですね。さらに EMIB-M は、ブリッジ内 MIM キャパシタを組み込み、瞬間的な大電流変動をチップ近傍で補います。TSV が直流経路を短くし、近接キャパシタが高速な電圧変動を抑える。役割は補完関係です。EMIB は横方向のサイドバイサイド接続。コベロスは縦方向のスタッキングです。両方を組み合わせると、平面と立体を同じパッケージで設計できます。ECTC2026 で示された EMIB-T は、25マイクロメートル FLI、最大120ミリ角、旧レチクル調のシリコン統合、HBM4E と UCIe の高速接続を実証しています。作れることは確認された。次は量産で同じ精度を繰り返せるかです。ロードマップでは、より多い困窮と HBM30 個級のブリッジへ拡張する構想が示されています。電力、熱、試験までパッケージ全体で設計する世界です。巨大化の制約は、ショアライン、ブリッジ数、有機基板の反り、熱です。性能を上げるほど、パッケージの機械問題が前面へ出てきます。最大の難所は、巨大 ABF 基板を後部止まりで作ること。ブリッジ単体は小さくても、120ミリ級の基板では ABS 積層、導配線、ウィアキャビティ、埋め込み、平坦性を広い面積で揃えなければなりません。部止まりの中心が、ブリッジから基板全体へ移るのですね。工程チェーンを見ると、微小な材料欠陥、配線ショート、ビア不良、キャビティ寸法を一ずれ、反りが連鎖します。EMIB-T は橋を作る技術であると同時に、巨大複合基板を揃える技術です。シリコンは熱で伸びにくく、有機基板はより大きく伸びます。加熱と冷却を繰り返すと、膨張差が反り、つまり、ウォーページになります。大きくなるほど、端から端までの高さ差も増えやすい。反りは見た目だけの問題ではありません。バンプの未接続、ブリッジ、抵抗増加、クラック、パッド損傷、キムギャップまで引き起こします。キャビティへブリッジを入れるときは、XY 値だけでなく Z 高さ、傾き、平坦性まで管理します。数マイクロメートルの差が接合圧を変えます。横ずれ、高すぎ低すぎ、傾き、どれも一部接触や未接触を生み、電気抵抗と長期信頼性を崩します。45マイクロメートルから25マイクロメートルへ縮めると、同じ幅における接点数が増え、HBM や UCIe の帯域とエネルギー効率を改善できます。一方で許容誤差は急に小さくなります。基板平坦度、ブリッジ高さ、大圧、バンプ高さを揃え、何万点もの接点を一度に接合しなければなりません。TSV は不可穴形成、絶縁膜、バリアとシード、同重点、CMT で作ります。直径の細い穴へ均一に材料を形成する高度な工程です。ボイド、同重点不良、ライナー欠陥、応力クラック、抵抗上昇、TSV が電源経路だから、一つの欠陥がコア電圧と信頼性へ直結します。EMIB-T では TSV 部止まりとパワーインテグリティが同じ問題になります。99% を30回成功させても、全体は約 74%。単純化した計算では、ブリッジ1個の成功率が 99% でも、30個すべてが成功する確率は約 74%。
98%なら約 55% です。最終テストで失敗すると、コンピュータ、HBM、ブリッジ、巨大基板をすべて載せた後です。回収不能コストが非常に大きい。ノーングッド代だけでは足りません。高価な部品を載せる前に ABF 配線、ブリッジ、TSV、マイクロビア、オープンとショートを調べ、ノーングッドサブストレートを作ります。ここで注意。サプライチェーンで語られる50から 60% は、EMIB-T 完成品全体ではなく、巨大な対応基板の初期ぶどまりという観測です。良品100枚を得るのに、ぶどまり 50% なら200枚、80% なら125枚の投入です。材料、装置、原価、納期が一斉に変わります。同じ設備でも、良品能力が大きく違います。有効生産能力は、設備能力×ぶどまり、装置を増やすだけでなく、工程安定化で良品率を上げることが生産量へ直結します。EMIB-T を見る KPI の中心は、この改善曲線です。ぶどまり50から80で上がれば、同じ装置群でも良品能力は 1.6 倍、工程学習の速さが設備投資の効率まで変えます。インテル一社だけでは完結しません。イビデン、シンコー、ユニマイクロン、AT&S など、複数の基板企業と材料、装置企業が学習速度を支えます。基板能力を増やすと、次は ABF-T ガラス CCL、銅、装置が制約になります。ボトルネックは解消ではなく、上流へ移動します。将来能力を確保するには、顧客が前払いし、インテルが基板企業へ設備と材料の準備を促すキャパシティコミットメントが重要になります。記事収録時点の整理では、EMIB-T は研究施策を超えていますが、外部顧客向けの大規模量産が大量に流れる前のプリプロダクション段階です。2027年のカスタマーランプを支えるため、ぶどまり、信頼性、設備を整えている途中ですね。技術開発、評価、プリプロダクション、顧客ランプ、大量生産。EMIB-T は量産化の入り口ですが、顧客ごとの開始時期は公表されていません。インテルは EMIB-T のバックログが増えていると説明しています。ただし正確な個数や金額は控え示で、今後は売上、顧客数、稼働率の開示が焦点です。受注の勢いと、量産実績は分けてみます。Google 向け300万個超という数字は報道ベースです。契約の詳細や、インテルの工程範囲は公開されていません。成立すれば、他社前工程の台をインテルが先端パッケージする大規模な分業例になります。メディアテックはコアースと EMIB の双方を支える方針が報じられています。顧客にとって重要なのは、用途と供給状況で選択肢を持つことです。一社、一方式へ固定しない設計ですね。NVIDIA については、強化中という報道で、確定注文ではありません。オーダーとエバリュエーションを同じ強さで語らないことが重要です。HBM メーカーは最終顧客というよりエコシステムパートナーです。温度、信号品質、長期信頼性を評価し、複数世代の HBM を安全に動かせる土台を作ります。Google、AWS メタ、マイクロソフトのように大量の自社 AI ASIC をデータセンターへ入れる企業は、性能だけでなく単価、電力、供給安定性を重視します。1個の差は小さくても、数百万個では10億ドル級になる。仮に1個あたり1000ドル差が出るなら、300万個で30億ドルです。これは0時計算で、実際の価格差を保証する数字ではありません。だからEMIB-Tの価値は、まずコアース不足に対する第2経路です。全工程は TSMC、先端パッケージはインテルという分業で供給リスクを分散できます。もしコスト、サイズ、HBM、電力、ぶどまりの条件を満たせば、足りないから使う技術から、最初からEMIB-T前提で設計するプラットフォームへ変わります。はい、ショアライン、バンプマップ、熱設計まで固定されるので、次世代にも続きやすい。そしてコアース L は、RDL と局所シリコンを組み合わせています。全面シリコンから必要箇所だけシリコンへ、TSMC 側にも連続的な進化があります。TSMC 社内でEMIBライクと呼ばれる方式があるという話は報道であり、正式名称、構造、TSV、キッチ、量産日は未発表です。完成済みの公式技術として断定してはいけません。もし TSMC が局所ブリッジ型を広げても、コアースを捨てるとは限りません。自社内で用途別の選択肢を持つ方が合理的です。将来はコアース S、コアース L、EMIB-T が高密度、巨大化、コスト、供給体制に応じて使い分けられる可能性が高いでしょう。技術の名前より、用途と量産実行力を見るべきですね。追うべき KPI は、基板ぶどまり、25マイクロメートル接合ぶどまり、120ミリ級のソリ、ブリッジ数、HBM 認定、設備配分、材料供給、バックログです。採用の噂より、
量産開示の方が未来を正確に示します。コア数速を EMIB-T が緩和しても、次は ABF-T ガラス HBM テストサーマルへ制約が移ります。AI サプライチェーンは一本のボトルネックではなく連鎖なのですね。供給網マップでは、ある工程の能力を増やすと次の赤い点が浮かびます。材料、設備、支店、冷却の同時投資が必要です。有機 ABF が巨大化すると、反りと寸法安定性が限界へ近づきます。ガラスサブストレートは平坦性と大型化に利点があり、将来の土台候補です。ロードマップを並べると、ブリッジ、TSV、MIM、アドバンストサブストレート、クラス、CPO が一つの方向へつながります。最終層は、すべてをシリコンにすることではありません。コンピュートと HBM、オプティカル IO など、帯域が必要な境界だけをローカルブリッジで結び、電力を縦通します。局所高密度と全体パーソナライズが同時に見えてきます。パッケージングは AI システムを生み出す中核工程になる。コンピュート、メモリー、パワーデリバリー、サーマル、オプティカル IO、テスティング、EMIB-T が結ぶのはチップだけではなく AI システムの制約そのものです。見るべきは技術の派手さだけではありません。巨大基板のぶどまり、25マイクロメートル接合、ソリ、HBM 認定、材料、試験、そして量産開示。そこまで揃った時、EMIB-T は一つの有力なプラットフォームになります。小さなシリコンの橋が巨大な AI パッケージの作り方を変える。これが EMIB-T の革新です。